壊れたキーボード捨てちゃってませんか？少しの工夫で直ってにっこり。ゆっくり工作、始まるよ。さあやってまいりました。待ちに待った修理の時間だぜ。今回は何直すんだぜ？今回はこれだ。パソコンのキーボードか？ああ、キーボードだ。これがどうしたんだ？コップのお茶をかけちゃったんだ。そうか、その時は動いてたからほったらかしてたんだが、しばらくして動かなくなったぜ。キーボードあるあるだな。でもキーボードって少し水がかかっても、壊れないようにできてるんじゃね？ああ、キーボードの裏に排水用の穴が開いてるんで、中に水が溜まらないようになってるな。他にも内部にシートが全面貼ってあったり、配線部分に水が流れ込まないような、構造になってる製品もあるぜ。壊れたキーボードはどんな構造なんだ？水抜き穴はあるけど内部がどうなってるのか全く不明だぜ。そうか、じゃあ分解するまで治るかどうかもわからないんだな。そういうことだぜ。じゃあ早速取り掛かっていくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは現状把握だ。適当にキーを叩いてみるぜ。なんか反応するところもあるな。便利なサイトがあったからテストしてみるぜ。こんなん出ました。なんだか不思議な状態ね。ああ、謎だな。そしたら分解していくぜ。はい。まず裏側のネジを外していくぞ。ドライバーじゃないのか？このネジはトルクスネジといって、星型の形をしているんだ。外すには同じく星の形の専用工具が必要なんだが、色々事情があって用意できないんだ。持ってないのか？いや、いくつか持ってるんだが、道具置き場が散らかりすぎて迷子になってるんだ。この工具も星型じゃない普通の六角レンチを、無理やり使ってるんだぜ。整頓は大切ね。まったくだ。カバーを外すとこうなってます。フィルムにボタンがついているんだな。このフィルムは3枚に分かれているんだ。上下のフィルムに配線が施してあって、ボタンを押すことで互いの接点で接触し、電気が流れる仕組みだぜ。そうか、それにしても随分簡単な仕組みなんだな。ああ、簡素化も極まってるって感じだな。まあ、1000円ぐらいで売ってるキーボードだからな。安っぽいのはしょうがないぜ。これでもハードオフで300円のキーボード漁ってる。主にとっては貴重な品ということだな。はい、今流行りの SDGs です。フィルム同士がくっついてるんで外して目視で確認していきます。外れたな。早速怪しげな場所を発見したぜ。ここか？いや、それはお茶の茶渋だ。怪しいのはこっちだぜ。線の色が少し変わってるな。電気を流して調べてみるぜ。これはなんだぜ？これはアナログ式のテスターだ。電気が流れると針が動くぜ。なんか動いてない？今は変色してない場所で流してるんだ。そしたら変色した場所でやってみるぜ。はい。測りにくいから気を置くぜ。流れてない？そんな気がするな。ダメっぽいな。これはダメだな。この下側に本が断線してるな。原因は分かったけど、こんなのどうやって直すんだ？ああ。レイム、ハンダって知ってるか？これか？そうだ。電子部品を基板に取り付けるときに使う技術だ。このハンダはだいたい200度で溶けるんだ。はい。それに対してこのハンダごては350度になるぜ。どういうことだぜ？さっぱりわからん。作戦はこうだ。フィルムに導線をセットしハンダごてで、温めてしまうと熱でフィルムに穴が開いてしまう。プラスチックだから溶けるな。そこで離れた場所で導線を温めハンダをつける。それですると導線に溶けたハンダがくっつく。はい。すかさず断線した部分に持っていきくっつけるんだ。
つまり350度で温められたハンダが、200度に下がる前に移動させて溶けるのを防ぐってこと？そうだ、我ながら天才的な考えだぜ。さあやるぞ。この赤と黒の線をつけるんだな。ついた？ついたけどなんか移動させるの難しいな。ちょっとつけた状態で温めてみるぜ。危なくない？お、いけたっぽい。もう一本の線も取り付けるぜ。できました。これほんとにいけんじゃね？最後の一本です。やっちゃったー。どうしたんだ？どうすんだよ、温めすぎてフィルムに穴開けちゃったよ。落ち着きなさいマリサ。今の穴の前からすでに穴開いちゃってたわよ。何見ないふりして作業進めてんのよ。なんだバレてたか。で、どうするんだ？これはもう諦めだな。諦めるのか？残念だがゴミ箱へぽいだ。まあ、しょうがないな。今回は失敗動画として世に送り出すか。そうするか。なあレイム、鼻くそほじりながらネットパトロールしてたら、面白いもん見つけたぞ。今度はなんだぜ。はいこれびっくり。ペンだな。導電ペンだ。これで何するんだ？この前キーボードの配線修理失敗しただろ？穴開けて失敗したな。このペンを使って直すことができるかもしれないんだ。そうなのか？じゃあゴミ箱からキーボード拾ってくるぜ。はい到着しました。なんか普通のペンだな。このペンの塗料は導電性の粉末を結合剤でまとめてある特殊なインクだ。電気が流れるのか？エレキギターの制御部に塗ってノイズを抑えるのに使われてるのが一般的だな。そうなんだ。ちょっと試し塗りしてみるぜ。次は紙だ。プラスチックにも書いてみるぜ。見た目は普通ね。ズビビ。バッシューン。おお、通った。お次は紙でやんす。このペンやばくね？超文明だぜ。どんなとこでも書けそうだな。使えそうだな。それで、どうやってキーボード直すんだ？作戦を練っておいたぞ。まずフィルムの横にプラスチックの板を取り付けます。次にペンで線が繋がるように書く。はい。インクが乾いたら完成だぜ。なんかこの前より難易度低そうだな。絶対うまくいくと思うぜ。サクッと分解するぜ。線も外すの？必要ないからな、邪魔だから外すぜ。こいつから横に取り付ける板を作るぜ。はい、できました。接着剤でくっつけていくぜ。2箇所つけました。なんで接着剤って白くなるんだ？知らない。そうか。いよいよ塗っていくぜ。慎重にな。
り終わったぜ。電気を通して確認してみるぜ。はい。やったな、通ったぞ。ああ、これで成功は約束されたな。早速組み立ててテストしてみるぜ。まあ、治ってるだろうな。あれ？なんか治ってなくね？はい、ダメでした。どうする？諦める？いや、今回は諦めないぜ。最初に目視だけで点検してただろ？そうだな。多分、そこから間違ってたんだ。目視じゃダメなのか？ああ、すべての配線を電気で調べた上で、すべての現状を確認した上で、原因を推測していく必要があったと思うんだ。そうなんだ。じゃあ今から新たな気持ちで調べ直すんだな。そうだ、めんどくさいけどな。これはなんだぜ？信じられないだろうが、この後3時間以上格闘してたんだぜ。ほんとかよ。ああ、脳みそ停止してたぜ。そしてついにとんでもないものを発見したんだ。これはなんだ？これは顕微鏡で配線を拡大したものだ。ここに薄い線が見えるだろ？ああ、見えるな。ここで線が切れちゃってるんだ。傷っぽいな。ああ、もしかして前に分解した時傷つけちゃったのか？それなんだが、最初にキーボードのテストした時と、修理し終わった時の結果が同じなんだ。直した配線の別の場所を傷つけてしまっていたのかもしれない。それで結果が変わらなかったのね。そこでこうしました。ペンで塗ったの？ああ、もう大丈夫だぜ。組み立ててテストだぜ。ドキドキするな。いい予感しかしないんだけど、結果は約束されてるからな。まあ安心して見ていられるぜ。それにしても今回は大変だったな。ああ、もっと簡単に終わると思ってたぜ。キーボード直すために、本体より高いペン買っちゃったな。あれはポチった後で気づいたんだぜ。知ってたら買わなかったぜ。でもそのおかげで便利なアイテムと出会えたんだぜ。ああ、運命に感謝だぜ。終わったな。治りました。今回の動画は以上でございます。面白かったらチャンネル登録よろしくなんだぜ。いいねボタンとか押してくれると小躍りするぜ。それではごきげんよう。